犯人はあなただ。煉獄の名探偵、すべてがウェブになる。あなたはこんな言葉を聞いたことはあるでしょうか。夜に雲を見つけたら必ず殺せ。雲は古来そのグロテスクな形から人々に恐れられてきました。特に夜に出る雲はその家に不吉をもたらすと言われています。一方でこんな言葉もあります。朝雲は殺すな。朝の雲は神様の使いと言われて吉時の前触れとされているのです。さて、それでは煉獄に出る雲はどうするか。生かすも殺すもあなた次第。死刑！死刑！死刑！マク・アラクネとその仲間が犯した罪裁きを。今までの報いを受けさせるんだよ。今すぐこの場で処刑しろ。私はどうなっても構いません。覚悟はできています。ですがなあちゃんだけは助けていただけないでしょうか。そんなのダメだよ。ナーナこそどうなってもいいからあーちゃんだけは助けてあげて。でもナナのこともおしりペッティくらいで済ませてもらえると。静粛に。これより判決文を朗読する。主文後回し。主文ってなに？後回しってことはデザートかな。被告人荒久根は毒物を用いた連続殺人を行い多くの犠牲者を出した。さらに民衆に暴行を加えた。被告人ナーナはその荒久根の犯行を幇助した。計画的かつ利己的な殺人を行った罪は極めて重い。まして雲のモンストレスなどこのジオゲヘナにおいて不吉極まる存在。よって被告人荒久根とナーナを死刑に処す。デザートなのに甘くないよ。なぜなあちゃんまで。あなたたちが憎いのは私だけ、マク・アラクネだけのはずです。なぜ。死刑は直ちにこのコロッセオにて執り行う。執行人をここへ。待った。その死刑意義あり。さあ女子くん、今まさに荒久根さんとナーナさんが断罪され処刑されようとしているわけだけれど、このジオゲヘナを揺るがしている連続殺人事件の犯人、本当は誰だと思う？いや、荒久根さんはもうかつてのレディー荒久根じゃない。それは君が一番よく分かっているだろう。ジオゲヘナで起きた連続殺人事件、その真犯人はこの熱く湿った空気の匂い、
ジオゲヘナに来たと実感するよ。野手に富むとはまさにこのことだね。女子くんはちょくちょく訪れているんだろ？ああ、前にちょっとね。ジオゲヘナの陶器なんかを見て回っているうちにルーさんと一緒になって、それから。おお、噂をすれば迎えに来てくれたようだよ。かすみちゃん、お久しぶり。ナナ、また会えて嬉しいな。いやー、ナーナさん、カノンさんも元気そうだね。2人で迎えに来てくれるなんて嬉しいな。あー、ドーナツだ。ありがとう、キシちゃん。じゃあ1個だけいただきます。この私様直々にお出迎えに来て差し上げたんですわよ。感謝のあまり泣いてお地べたに頭をこすりつけなさいな、そこな馬ボンもですわ。カノンちゃんはネラちゃんに命令されたから来たんだよ。ナナはお目付け役なんだ。ねえ、カノンちゃん。こはんおたんこなアナさん、余計なことを言うお口はこのお腹かしら。痛いよ、カノンちゃん。ナナ、腹話術できないよ。お肉ムニムニしないで。2人とも相変わらずだね。でも正直私も驚いてるよ。まさかネフィーネラさんから直々に招待いただけるなんてね。ネラちゃんにはね、ナナが教えてあげたんだ。かすみちゃんっていうすっごい探偵さんがいるんだよってね、カノンちゃん。ええ、まあそうですわね。探偵とは聞いていましたけれど、果たしてどれほどのものやら。だっせ、おへましくさったらおへそでお茶を沸かして差し上げますわ。探偵さんってかっこいいよね。推理とか犯人はお前だビシーって指さすんだよね。ナナもキシちゃんみたいに助手になりたいな。無理お無理ですわよ。ナーナさんのその小さいお脳みそじゃおみ足引っ張りまくってお迷宮入りがオチですわ。じゃあ助手見習いくらいから始めてみるかい？やったー。ほらほら、カノンちゃん、これからはナナのこと名探偵助手見習いさんって呼んでね。なっげーですわ。というかお見習いじゃ偉くもなんともないですわよ。もうさっさと行きますわよ。ようこそかすみ殿。私はこのジオゲヘナの裁判長を務めております。ネフィーネラ様はお忙しい身ゆえ、私が代理を仰せつかりました。ネフィーネラ様は各世界からの文化を取り入れ、ジオゲヘナをより豊かにしようとのお考え。ついてはかすみ殿をこのジオゲヘナ初の聖職者に任命するとのことです。名探偵と名高いかすみ殿のご活躍、楽しみにしておりますぞ。いや、探偵として呼んでもらえるのはいいけれど、どうして聖職者？っていうかこの服って。かわいいお洋服。かすみちゃんすっごく似合ってるよ。女子官までそんな。探偵は別に聖なる職業でも何でもないんだけど、ランドソルの文化を何か誤解しているのでは？おや、かすみ殿、
我らが姫ネフィーネラ様のご裁可に何かご不満でも？いえ決してそういうわけでは。まあ歴史では聖職者が司法のような権力を持っていた時代もあるって話だし、ここはおとなしく拝命しておこうか。ところでこの杖は鏡が3つついているようですが。それは真実の鏡というマジックアイテムです。所有者が真なる知恵と正しき心の持ち主であれば、光り輝いて真実を照らし出すという伝承が残されています。そんなものがありましたの？ネフィの宝物庫はあらかた漁り尽くしたと思っていたのに。もしや貴重なおアイテムは別に保管してやがりますの？ただ伝承はあくまで伝承。その鏡が輝いたことはこれまで一度もないということです。伝承であれ何であれ、私がこの杖を持つようにとネフィーネラさんが言ったのなら慎んで受け取りましょう。おい、あんな小娘に聖職者とやらが務まるのか？なんかすげえ仕事なんだろ、その職業ってのはよ。さあな、ネラ様が言うならしょうがねえけど、実力のほどはどうかね。ジオゲヘナの人々は実力主義と聞くけれど、やはり実績のない私への風当たりは強いようだね。じゃあここは一つ。ところで女子見習いのナーナさん、その服の胸のところに隠しているものは何だい？何のこと？さっきカノンさんにお腹をムニムニされていた時、ずいぶん嫌がっていたようだし、女子くんの方をチラチラ見ていただろ。出迎えてくれた時は女子くんのことをまっすぐ見つめていたのに、その時だけは目が合わないようにしていた。何か後ろめたいことがあったんだよね。どうしてそれを？ナーナはあんなところに人参さんを加えたウォルキャットちゃんが。杖の鏡が光を？私が真実にたどり着くと鏡が照らしてくれる。なるほど、答え合わせをしてくれるということだね。ごめんなさい。実はさっきキシちゃんのドーナツを1個余計にもらっちゃったの。甘いのとっても久しぶりだったから我慢できなくって。ありがとうキシちゃん。でもさっきはごめんね。ごめんね。本当に鏡が光を放つとは、ただの伝承ではなかったのか。すげえな、本当に光ったぞ。あの小娘やるじゃねえか。あの観察眼、名探偵とか言われるだけのことはあるってことか。裁判長さん赤っ恥だな。では裁判長、改めてよろしく。ジオゲヘナには握手という習慣はありません。我々はそれぞれに手の形が異なるゆえ。ねえねえキシちゃん、あの裁判長さんお顔が怖いよ。怒ってるのかな？お腹空いてるのかな？ドーナツ食べたかったのかな？そこのアルミラージ、聞こえてますぞ。ごめんなさい。私はネフィーネラ様よりジオゲヘナの秩序を任された者として、よそ者をたやすく信頼するわけにはいかないというだけのことです。それでは失礼。
執務がありますので。言いやったら嫌ですわ。ああいうお陰気で小生意気なお態度、ネフィの意を狩る乙影風情が偉そうに彼は一体どういう人なんだい？レディー・アラクネとの戦いの後くらいでしたかしら。巨神林近くの居住区でおしもじもの支持を得始めた男ですわ。公平なお裁きとやらで評判が高いとか。ジオゲヘナの人たちってすぐ喧嘩になっちゃうから、仲裁してくれる人がいると助かるんだよ。お仲裁なんてふぬけたおしもじもの好きそうなくったらねえ文化ですわ。ジオゲヘナは強くお美しいものだけが生き残るお殴り合ってなんぼの世界でしてよ。かのんちゃん、そうだけど、でもナナはみんな仲良くの方がいいな。なるほどね。彼のさっきの態度もジオゲヘナを案じるがゆえというところかな。皆さん、お話し中のところ失礼します。歓迎パーティーの準備が整いましたので、会場までお越しください。あなたは？異世界交流会の会長を務めております。今宵はランドソルとジオゲヘナ双方の発展のため精一杯のもてなしを用意しておりますので、さあどうぞどうぞ。美味しいものたくさん食べようね、キシちゃん。あれは騎士様。それに一緒にいるマンティコアの方は以前紬様といるのをお見かけしたことがあるような。騎士様、いつもあのお方の周りにはたくさんの人がいて。ほら、ちゃんと前見て走らないからだぞ。お姉さん、ごめんなさい。こちらこそ申し訳ありません。私がこんなところでぼーっとしていたのが悪いのです。お怪我などはありませんか？ありがとう、お姉ちゃん。雲のモンストレス、まさか。そんな、死んだはずじゃ。逃げろ。そんなに走ったらまた。行ってしまわれました。また一人きりになってしまいました。私は一人になってはいけないのに、誰かに見ていていただかないと。誰か私を見張って。さあ、これからご覧に入れますのは哀れな一匹の雲のお話。計り知れない業を背負った毒蜘蛛の断罪と贖罪のお話。美味しそうなお料理もいっぱいだね。料理もすごいけれど、この大きなホール、岩盤をくり抜いて作ったのかな。
ジオゲヘナの豪快な建築様式には目を見張るものがあるね。それなりですわね。私がいずれネフィのねぐらの跡地にぶっ立てるご予定のお豪邸の方がずーっとご立派ですけれど。それにしても武器が随分たくさん飾ってあるね。パーティー会場にしては物騒な気もするけれど。確かに量は多いですけれど、ジオゲヘナではこうして武器をお飾りするのは珍しくありませんわ。いつ何時魔物が襲ってくるか分かりゃしませんもの。なるほど、常在戦場ってことかな。そういえば居住区の建物の一部に武器が使われていたし、ジオゲヘナではこれが普通なんだね。いやー、本当にすごいものですね、ジオゲヘナという世界は。ランドソルでは取れない有用な植物、鉱物がいっぱいだ。まさに宝の山だな。我々の技術力が合わさることでさらなる発展が見込めそうだ。おお、私たちだけじゃなかったようだね。本格的に両世界が手を取り合う準備を進めているというところかな。その通りですよ、かすみさん。わあ、これは会長、本日はお招きありがとうございます。私もランドソルきっての名探偵を招くことができて嬉しく思います。どうぞ友好の握手を。あれ、すみません、握手は苦手でしたか。いえ、そんなことは。ただジオゲヘナには握手の習慣はないと聞いていたもので。おっしゃる通り、古いしきたりに縛られている者はいるようです。しかし私はランドソルの文化に寄り添うことであなた方と共に歩んでいきたいと考えています。失礼しました。こちらこそよろしくお願いします。ねえねえ、かのちゃん、しきたりって何？縛るってことはそういう紐？その通り、王さんの舌を切って作った紐で。ってそんなわけねえですわよ。古いしきたり、大方さっきの音影のことを腐しているのですわ。裁判長さんと仲良くないのかおっと、他の方にも挨拶をしなくては。それでは失礼します。存分に料理を楽しんでいってください。特に焼き鳥は料理長が腕によりをかけましたからね。私もさっきいただきましたが、肉汁たっぷりで最高でした。ぜひご賞味あれ。ありがとうございます。後でゆっくりいただこうと思います。どうかしら、あのバジリスク、ああ見えてかなりのやり手でしてよ。今はネフィの命令でランドソルと共同で森林開発を進めているとか。要はおビジネスですわ。なるほど、ビジネスの成功のためにランドソルの人たちと仲良くしておきたいんだね。なんだ、こういう場所慣れてなくて緊張しちゃう。はっ、ごめんね、ちょっとお手洗い行ってきます。ダッシュ。じゃあここで別行動にしようか。せっかくのパーティー、身内だけで固まってるのももったいないからね。なかなかお分かりですわね、かすみさん。私様も商人たちにお人脈を広げてくるといたしましょうか。では後ほど。なんだろう、あそこに人だかりができているね。女子くん、行ってみよう。押さないでください。いくら私が気高く尊い存在だからといってそんな一度に押し寄せられては困ってしまうではないですか。おや、そこにいるのはキスさんではありませんか。この
私に挨拶に来たのですか？良い心がけですよ。そのお隣の方は？はじめまして、ランドソルで探偵をしているかすみと申します。はじめまして、私の名は鳳凰。五色絢爛、浄化を司るとっても偉い身長です。以後お見知りおきを。浄化の身長？ああ、話に聞くカレイドフェニックスの転生体というのはあなたのことなんだね。転生するなんてすごいな。そんな魔法ランドソルでは聞いたこともない。いえいえ、それほどでもありますけれど。かすみさんでしたか？あなたには特別にほうちゃんと呼ぶ権利を差し上げましょう。ほうちゃん？じゃあありがたくそう呼ばせてもらうよ。かえって威厳がなくなってるような気がするけど、本人がそう言うならまあいいか。おや？カノンさんの周りにも人だかりが。押さないで押さないで。私逃げも隠れもいたしませんでしてよ。カノンさんですよね。ここにサインしてください。実はランドソルでお見かけして以来のファンでして、ここでお会いできるなんて感激です。そんな押さないで。お高貴オーラを隠しきれていない私をお許しになって。すごい人気だね。彼女一度はランドソルを征服しようとしたことがあるとか聞いたけど、みんなそれを知らないのかな。おい、あそこにジオゲヘナ一番のお笑い芸人が来てるってよ。なんか口から鳩を出すとか聞いたぞ。いや、ひなわくぐりしながら尻からクジャクを出すって聞いたぞ俺は。ともかく急げ、最前列で拝むぞ。これは彼女には言わない方が良さそうだね。すっきりした。なんかみんなビジネスとかのお話してて、なんのよくわかんないな。あれ？あの人、胸に何かついてる？クモの巣かな？どうしてあんなもの？屋根裏のお掃除をしてたとか？ついてる人とついてない人がいるみたい。変なの？飾りでつけてるとかじゃないよね。あそこのカノンちゃんに聞いてみようっと。人気者はおつらいですこと。ねえねえカノンちゃん、あの人なんでクモの巣なんかつけてるんだろう。はあ？クモの巣？どこに？ナーナさんの頭の中がクモの巣まみれっていうお話でしたら、あいにくこのおこうき合図でもそこまで見えませんでしてよ。違うってば、あそこにいる人の胸にほらクモの巣があるでしょ。いいえ、なんにもかんにもこれっぽっちも見えませんわ。ナーナさんたらついにお目ん玉までおポンコツ化しましたの？そんなナーナにしか見えてないの？どうして？あらあら、向こうで私を呼んでいる商人の方が。もうお料理に手をつける暇もなくて人気者はおつらいですわ。ごきげんようですわ、ナーナさん。行っちゃった。かすみちゃんやキシちゃんも他
他の人とお話ししてるし、ちょっと寂しいかも。一人でお料理食べても美味しくないよ。ちょっとお外に涼みに行こっと。はあ、お外は夜になってたんだね。会場はあんなにぎやかだったのに、すっごく静か。あれ？あそこに誰か倒れてる？女の人？おーい、大丈夫？ナナ運べるかな？大きすぎて無理かも。すみません。空腹で動けなくなりまして、お見苦しいところをお見せして失礼しました。ご飯食べてないの？そんなに体大きいんだからちゃんと食べないとダメだよ。じゃあとっておきのドーナツあげる。ドーナツ？食べたことない？とっても甘いお菓子なんだよ。ナナと半分こしよう。はい、どうぞ。ありがとうございます。これは甘い。そんなに慌てて食べたら喉詰まらせちゃうよ。よっぽどお腹空いてたんだね。じゃあナナのドーナツもあげる。食べて食べて。良いのですか？よくないけど、ナナはキッちゃんにまたもらえばいいし。はい、ナナがあっち向いてるうちに早く。ありがとうございます。とっても美味しいです。もう食べたよね。甘いものって不思議だよね。とっても幸せな気持ちになれちゃうもん。はい、初めてです。こんな自然と笑みがこぼれるような気持ちになったのは。本当？よかった。ナナね、ナナっていうの。あなたのお名前は？ナーナ様。私の名前は。キシちゃん、来てくれたんだ。この人のお名前、荒くねっていうの？はい、多分そう呼ばれています。多分ってどういうこと？実は記憶がないのです。お恥ずかしいことですが、自分のこともよくわからず、ご迷惑でしたらどうかこのまま捨てていってくださいませ。おとなしそうだし、優しそうだし、やっぱり違うよね。ナーナたちを操ったあの雲の魔物、レディー・アラクネとは。そんなの聞いたらますますほっとけないよ。じゃあアラクネだからあーちゃんって呼ぶね。あーちゃんですか？その名前だとみんなブルブルしちゃうと思うし、本当の名前を思い出すまでね。あーちゃん、じゃあこれから一緒にパーティーに行こうよ。ドーナツ1個だけじゃ足りないでしょ。いえ、そんな私のようなものがご迷惑ですから。
美味しそうなお肉がたくさんあったよ。お肉。大変失礼しました。先ほどドーナツをいただいたばかりだというのにはしてない。ナナのお腹のラッパもパッパラパーだってクヌンちゃんに言われたよ。ほらほら、行こう、あーちゃん。こんなところにお邪魔して本当によろしいのでしょうか。なんだあのでかい女は。雲のモンストレス。珍しいな。さあ、嫌なことを思い出しちまった。飯がまずくなら。誰だあんなやつ呼んだなよ。私やっぱりこのような場にはふさわしくないのでは。大丈夫、ナーナが隠してあげるよ。うんしょうんしょ。そんなナーナ様がいくら背伸びしても私は隠れません。だったら耳まで伸ばすよ。よいしょよいしょ。ほら、キシちゃんも手伝って。キシちゃん、もっとナーナのお耳後ろから引っ張って。それは引っ張りすぎ。何やってんだあいつら。おい行こうぜ。触らぬ神になんとやらだ。ナーナ様、騎士様、そのお気持ちだけで十分です。もう言ってしまわれましたから。あーちゃんの笑顔って可愛いよね。そんなからかわないでください、ナーナ様。様なんていらないよ。ナナのことも普通に呼んでね、あーちゃん。普通とおっしゃいますと？ではなあちゃん？それがいいよ。なあちゃん、あーちゃんっていこう。あやあ、みんなこんなところに集まってどうしたんだい？おや、そちらの女性は？はじめまして、荒くねと申します。荒くね、例のシックスカラミティの一柱と同じ名前。こんな穏やかそうな女性ではなかったと聞いたけれど。かすみです、どうぞよろしく。荒くねさん、どうかした？申し訳ありません。その杖の鏡をこちらに向けないでいただけませんか。お願いです。その鏡が、自分の姿が怖くて。あ、そうか、それは失礼を。ねえねえ、それより早くお肉取りに行こうよ。早くしないとなくなっちゃうよ。ああ、そういえば私もまだ食べてなかったな。向こうでとっておきの焼き鳥が振る舞われているらしいから、みんなで。なんだろう、向こうが騒がしいようだね。苦しい。誰か助けて、助け。息ができない。ケイちゃんになろう。ケイ
や女子くんたち、むやみに触らない方がいい。これは死んでる。落ち着いてください。取り乱すんじゃねえですわよ、おたんこナーナさん。少なくとも法皇さんはなんてことありゃしませんわ。だってお転生できるんですし。あら、なんですの馬本。今はお転生できねえんですの？冗談ですわよね、法皇さん。一体全体どうしたことですの？焼き鳥なんか食べて共食いなさったせいでバチがおばちんと当たったんですの？ああ、なんてことだ。私が主催するパーティーで一体なぜこんなことに。会長、医者の手配は？もちろん連絡済みです。とはいえ到着には30分はかかるかと。30分。おそらくこの様子では助かるまい。倒れているのはほうちゃんを含め7名。全員息をしていない。そしてみんな一様に口から泡を吹いてる。これはまさか。女子くん、君はこの事態をどう見る？見たところ魔力の痕跡はないようだし、可能性としては低いんじゃないかな。私の勘では死因はおそらく毒物。一体どんな毒物なのかまではこれから調査して解き明かしていかなくてはならないけれど。皆さん、もう料理には口をつけないで。飲み物もダメです。毒物混入の危険があります。フォークや皿、グラスをテーブルに置いてなるべく触れないように。毒だって？冗談じゃないぞ。そんな危ない場所に連れてこられてたなんて。これは罠だったのか？俺だいぶ食べちまったよ。やばい、今から吐き出せないと。まったく何事ですかな、これは。一体何が起きているというのです？皆さん冷静に。もうすぐ医者が到着します。こういう時こそ落ち着かなくては。おいおい、これは一体何の騒ぎだ？俺の料理に何があったって言うんだ？失礼ですが、あなたは？俺は今日の料理を担当した料理長だ。一体なんだこのありさまは？食中毒か？あの鶏肉にはじっくり火が通してあったはずだぜ。いえ、食中毒の可能性は低いと思います。それより料理を保存してください。誰にも手を触れさせないように。厨房も後で詳しく調べなくてはなりません。おい、まさか俺の料理に毒でも入ってたとか言うんじゃねえだろうな。いくら客人でも言いがかりをつけやがると。料理長、落ち着いてください。かすみさんはランドソルでは名高い名探偵とか。この場は彼女に任せましょう。かすみさん、お願いできますね。微力を尽くします。被害者の遺体に魔法や呪いの痕跡は見えない。おそらく毒で間違いないだろう。この場にいる全員を狙ったものなのか、あるいは特定の誰かを狙ったのか。目的は何だろう。怨恨？利害関係？
ランドソルとジオゲヘナの交流を望まない何者かの仕業。なあちゃん。おい、そこのあんた。あんただよ、そこのでけえ雲女。ちょっとこっちに来てもらおうか。私ですか？何か？もし毒殺だとしたら、雲には毒がつきものだからね。この中で一番怪しいのはどう考えてもあんたじゃないか。名前はなんて言うんだい？荒くねと申します。多分。荒くね？多分？ますます怪しい。怪しさしかねえじゃねえか。お前が犯人だろ。あっちのマンティコア女も毒持ちで有名だが、あのバカは人だかりに埋もれて高笑いしてたからね。毒を盛る隙はなかったはずだ。だったら犯人はあんたしかいない。彼らの言う通りです。そこの女性、身柄を拘束させていただきたい。待てよ、捕まえないで。あーちゃんは毒なんて入れないよ。ずっとナーナたちと一緒にいたもん。ポンコツアルビラージャ黙ってろ。その女が誰かにやらせたって線もあるだろ。レディ・アラクネは雲の糸で人を操るんだからね。そんな、だってナーナもあーちゃんも悪いことなんて何も。クモの巣、この人たちにもついてる。ナーナにもキシちゃんにもないよね。だけどカノン殿、あなたにも協力していただきたいものですな。はあ、なぜこの私様がこんな押しもじもの騒動に巻き込まれなくてはなりませんの？この女性が九段の幕荒くねであるなら、あなたの敵ではありませんか。彼女をかばい立てする理由などないはずですが。それはまあそうですけれど。それとも何か荒くねをかばう理由が？何なんだ？料理に毒？マジかよ。ジオゲヘナ、やはり危険な場所なのか。さっきまでの雰囲気が嘘のように疑心暗鬼が渦を巻いている。やはり犯人の狙いはこれか。世界観の交流を妨害したい、あるいは対立を促したい、それとももっと個人的ないさかいを誘発する目的か。いや、今は情報が少なすぎる。焦らない方が。そんなゆすらないで。あっ、うるさいですよ。人が寝てる横でピーチクパーチクと小鳥さんですか？生きてたよ。よかった。ナーナさん、何を。寝起きのペアハックは苦し
王様が蘇った。まさかそんなことが。いや、王ちゃんは自称浄化の身長。その浄化能力で毒を体内で無効化したということか。鏡が光ってますし、どうやらお真実のようですわ。腐っても殿下の方をお命拾いされましたわね。ああ、ダメだ。心肺停止状態のまま。犠牲者は全部で6人か。これはれっきとした殺人事件だ。私たちはまたまたとんでもない事件に巻き込まれてしまったようだよ。今回の殺人事件について私は捜査を開始したいと思う。探偵としてこんな大事件を見過ごすわけにはいかないよ。ついでに今は聖職者でもある身だからね。なおのこと真実の究明に努めるべきだろ。それに彼に、会長さんにお願いされてしまったし。ナナも助手見習いとして協力するよ。カノンちゃんも手伝ってくれるよね。たくめんどくさいったらありゃしねえですわ。でもそうですわね。この私様が治める予定のジオゲヘナで好き勝手する輩、私様手ずから直々に粉々にぶちのめして差し上げますわ。おそらく毒を自分で浄化したから体が休息を求めているんだろう。寝かせておいてあげよう。霞様は私をお疑いにはならないのですか？無実だと信じているわけではないよ。あの場にいた全員が犯人になりうる状況だったのだから。ただ今はよくわからないというのが本音かな。疑わしきは罰せずという言葉があってね。偏見を持っていると真実を見失う。それだけは避けたいものだから。潔白を証明するのはなかなかに難しいことだ。まあだからこそ探偵が必要なんだけど、まずは現地に行って捜査しよう。何か手がかりがあるかもしれない。そういえばナナ昨日気がついたことがあるの。ふむふむ、なるほど。人々の胸にかかるクモの巣か。カノンさんには見えなかったんだね。私ももし見えていたら気がつくだろうから見えなかったんだろう。女子くんも見えないのか。どういう理屈なのかな。興味深いね。そして一体何を表しているんだろう。何をおのんきなことをおっしゃってますの。おたんこナーナさんの妄言が本当だとしたら、やっぱり犯人はこの荒久根さんで確定でしてよ。そのクモの巣とやらで誰かを操って料理に毒を入れさせたとしたら、ナーナさんたちと一緒にいても犯行は可能。終わりばいはバイバイグッバイお崩れしましてよ。観念なさい。やっぱり私なのですね。申し訳ありません。なんとお詫びしたら。じゃあそんな簡単に認めちゃダメだってば。ここで議論していても拉致が開かないよ。とりあえず例の焼き鳥を作った料理長に詳しく話を聞いてみよう。誰かが毒を入れたのだとしたら彼が何かを見ているかもしれない。ナーナさん、私と一緒に来てもらうよ。不自然なクモの巣も
きっと手がかりになるだろう。君にしか見えないようだから、ついている人がいたら教えてほしい。はい、かすみちゃん探偵、助手見習いのお仕事頑張ります。かすみ様、私も連れて行っていただけませんか？荒くねさんも？注目を集めてしまうから、できればここで待っていてほしいんだけど、ついてきたい理由が何かあるんだね。お願いします。今は一人になりたくないのです。誰かに見張っておいていただかないと、自分が何をするのか不安で。気の毒に、彼女自身自分が犯人かもしれないと不安で仕方がないわけか。記憶がないというのは厄介だね。実際彼女には謎が多いのは確かだし、私も否定してあげられないし。じゃあなるべく目立たないように。で、その身長じゃちょっと難しいかもしれないけど、ともかく私たちから離れないようにね。やったー、よかったね、あーちゃん。ありがとうございます、かすみ様、なあちゃん。私はごめんこむりますわ。そんな大地味な聞き込みなんて私のやることじゃございませんので。うるさいですよ。ふけんな。寝言で文句を言ってやがりますわね。よだれまで垂らしていいご身分ですこと。じゃあカノンさん、一つ頼まれてもらえるかな。実はゴニョゴニョ。何のお役に立つとおっしゃいますの、そんなこと。いいからお願いするよ。雲だ雲が出た。俺を操ろうって言うのな。そうはいかねえぞ。相手になってやる。どこへ逃げやがった。あれって料理長さんだよね。なんかものすごく叫んでるけど、あ、胸にクモの巣があるよ。私のことでしょうか。私が知らぬうちにあの方に危害を。私たちは今来たばかりなんだから、それはないだろう。そうか、あの料理長の胸にもクモの巣があるのか。あんたたちいいところに来てくれた。頼むからうちの人を止めておくれ。部屋にクモが一匹出たとかで暴れちまって手に負えないんだ。クモって普通の虫のクモ？それであんなに興奮してるの？なんだお前ら。お前らも俺を操ろうとしてるのか。どうやらかなり疑っているようだね。私が議論してもいいけれど、女子くん、君が彼を論破してみるかい？了解。ならばここは私が引き受けよう。おう、そこにいやがったか、雲女。お前さん、昨日はよくも俺の料理に毒を入れてくれたな。料理長、あなたは誤解をしている。まず荒くねさんは昨日は最初会場の外にいたんだ。そうだね、ナーナさん。そうだよ。あーちゃんはゆうべ会場の外に倒れてたんだもん。毒を入れたのはあーちゃんじゃないよ。でも結局は会場内に入ってきたんだろうが、それから毒を入れることだってできるじゃねえか。会場であーちゃんはずっとキシちゃんとナーナとおしゃべりしてたもんね。毒なんて入れる
身内の証言なんて信用できるかよ。いや、私もその様子はこの目で見ているし、会話にも合流した。他の出席者に聞き込みをすればちゃんと目撃している人がいると思うよ。じゃあ一体その女はいつ毒を入れたんだよ。だからあーちゃんは毒なんて入れてないんだってば。そう、現時点ではそう考える方が理にかなっている。あなたも本当は分かってるんでしょ。己の疑心暗鬼に踊らされるのはそろそろおしまいにしよう。でもそいつは雲のモンストレスで荒くねであの人のクモの巣なくなってくよ。俺はなんだ、何してたんだ。何をこんなに疑っていたんだ。お前さん、やっと正気に戻ったんだね。昨日帰ってきてからずっとおかしかったよ。すまねえ。なんか無性にイライラして気が立っちまって。なのにずっと怖かったんだよ。今は嘘みたいにすっきりしてな。どうやら説得したり論破したりすることでクモの巣がなくなって正気に戻るようだね。人を操るというより猜疑心を増幅させる効果のようだ。いや、本当にすまなかった。あんたもむやみに疑って悪かったな。よかったね、あーちゃん。分かってもらえたね。はい。料理長に改めてお聞きしたい。厨房での調理中何か変わったことはありませんでしたか？厨房やホールには何人の従業員が？料理人は俺も含めて3人。ホールのウェイターたちも合わせれば7人か。厨房に出入りしていたのはその7人だけだ。怪しい奴はいなかったぜ。例えば会長が料理の出来栄えをチェックしに来たりということはなかったのですか？なかった。あの人とは長い付き合いだからな。部外者に厨房に入られるのを俺が嫌がるのはよく知ってるんだ。ではあの裁判長が何か言いに来たりは？なあ、そういえば厨房に入る前にメニューを聞かれたっけな。とびっきりの焼き鳥を出すと言ったら目の色を変えてたよ。へえ、焼き鳥が好きなのかな。それで喜んじゃうなんて子供みたいかも。うんふん。誰が子供ですと？これは裁判長、どうしてこちらに？遺体と料理の分析結果が出たので知らせに来たのです。お伝えしておかないと私がネフィーネラ様にお叱りを受けますので。被害者6名の遺体を分析したところ未知の毒物が検出されました。通常であればジオゲヘナには存在しないもので、何か特定の物質を混ぜ合わせることで毒性を持つと思われると。なるほど、その混合物が料理に入れられていたのですね。いいえ、違います。え？パーティーで出された全ての料理と飲み物を調べました。さらに食器やテーブルクロスに至るまで全て。しかし毒物反応は一切出てこなかったのです。じゃあ犯人ちゃんはどうやって毒を飲ませたの？全く不可解です。まるで犯人が被害者の胃袋に直接毒を送り込んだかのような。そんな魔法、このジオゲヘナでは聞いたこともない。ランドソルにもそんな魔法はありませんよ。これは思った以上に手強い事件のようですね。
かしシックスカラミティと呼ばれるほどの強大な存在であれば可能ではないですかな、荒くね殿。私にそんな魔法が使えるとは。せいぜい糸を操ることくらいしかできないと思うのですが。おいおい、さっき謝ったばかりだっていうのにやっぱりこいつが怪しいって話なのか。もう頭がこんがらがっちまうよ。まずいな。事件が難解さを増したことでますます荒くねさんへの疑いが強化されてしまった。ちょっと待ちなさい。そこまで会話が聞こえてきましたが、シックスカラミティは手品師ではありませんよ。そんなことができるなら先の大戦でレディー・アラクネがジオゲヘナを征服できたはずです。おーちゃん、もう起きてて平気なの？ナナさん、そんな抱きつかないで。寝起きに強烈ハグは効きます。回復したんだね。よかった。それでここにはどうして？そうです。こんなことをしてる場合ではないのでした。大変なニュースを耳にしたので急いで知らせに来たのです。大変なニュース？はい、第二の悲劇が起きてしまいました。まさか異世界交流会の会長さんが毒殺されたそうです。よかったね、カノンちゃん。よかったね。あいた、ペタペタするんじゃありませんでしたよ。怪我人ですってのに。あ、斧返してね。それじゃ死んでね、カノンちゃん。いやな夢、最近見なくなってたのにどうしてクモの巣なんて見ちゃったから怖いよ怖いよ怖いよ。もう操られるのは嫌だよ。あーちゃん、違うよね。あーちゃんはあの荒くねじゃないよね。はじめまして、会長の秘書です。申し訳ありませんがお引き取りください。とても会話ができる状態ではありません。では一命は取り留めたのですね。一応は渋滞で生死の境をさまよっている最中ではありますが。なぜこんなことになったのか話していただけますか？はい、就職中のことだと聞いています。普段通りに食事をしていたところ、突然苦しみ出して喉を押さえ胸をかきむしり、
口から泡を吹きながら混沌したと聞いております。私たちの時と同じ症状ですね。一体誰が毒なんかを。同じ毒ということであれば、実はこんなこともあろうかと用意したものがあります。法皇様の血液から作った解毒剤です。いつの間にそんなものを？申し訳ない王ちゃん。今朝カノンさんに頼んで眠っている間にチクッと採取させてもらったんだ。全然これっぽっちも気がつきませんでしたよ。カノンさんお注射うまいんですね。こっちの世界では珍しいのに。王ちゃんの体には毒に対する抗体ができているはず。例の毒と同じものであれば血清として効果があるかもしれません。試してみてはいただけませんか？ありがとうございます。ありがたく試させていただきます。それでは。すみません。ちょっとその前に会長が昼食に何を食べていたのか聞かせていただけませんか？ご内密にお願いしますよ。昨日のまかないの残りです。作ったのはあの料理長です。くれぐれもご内密に。今度こそ失礼します。また事態がややこしくなってきたね。女子くん、このことをどう思う？直感でいいから忌憚のない意見を聞かせてもらえないか？状況だけを見れば料理長を疑うのが妥当なところだ。一番被害者に毒を飲ませやすかったのが彼であることは間違いないからね。でもあの料理長さん悪い人じゃなさそうなのに。あの蜘蛛の巣で何かされた結果、知らないうちに実行犯に仕立て上げられている可能性はあるね。真犯人は別にいることになるけれど。なんだろう、外が騒がしいね。ちょっと窓から様子を見てみよう。荒船を引き渡せ。次の犠牲者を出す前に捕まえて裁判長に引き渡すんだ。ここに入るのを見たやつがいるんだ。出てこい。会長を殺したのもお前なんだろ。かくまうやつらも同罪だ。引きずり出せ。パーティーの時クモの巣をつけてた人たちだ。お友達をたくさん連れてきてるよ。みんなクモの巣がびっしりだよ。なんだか目が血走っていますよ。これはもうボート、とても正気とは思えません。会長の件でよりヒートアップしているみたいだ。荒久根さんが叩かれれば叩かれるほど裁判長の名声が高まっているようだね。そんな冷静に分析している場合ですか？そうだよ。ここからどうやって出ていけばいいの？見つかったらお仕置きされちゃう。ありがとうございます。でも皆さん、私あの方々のところに行こうかと思います。あの方たちが疑っているのは私一人です。私が出ていくことで場が収まるならそれで構いません。それにやっていないことも証明できないのですから。ダメだよ、そんなの。ナイナたちだけ助かったって仕方ないよ。ですが、このままでは私のせいで皆さんが。わかりました。本当に申し訳ありません。しかしあれだけの人数にこちらを囲まれていては脱出もままなりません。やはり私が先に出て注意を引いて。それじゃあ結局同じだよ。みんなでするっと脱出、ダッツダッシュする方法を考えようよ。
それなら秘密の裏口を使ってください。会長さん、起きても大丈夫なんですか？ええ、まだ少しふらつきますが、先ほどくださった法皇様の解毒剤が効いたのか、どうにかこうして歩くことくらいはできるようになりました。そうでしたか。さすが私、効果てきめんですね。正直自分でもびっくり。この会場には秘密の抜け道がいくつか用意してあります。秘書に案内させますので、そこから脱出してください。めまいが。ではお言葉に甘えさせていただきます。みんな急ごう。はあ、とにかく逃げ切れたよ。なな、足が棒になっちゃったよ。まったく、これはいい運動になったよ。女子くんの強化がなければ逃げきれなかったけどね。二度とごめんです。大空の覇者である私が地べたを全力疾走など似つかわしくありません。お腹すいた。とっておきのドーナツ食べちゃおうっと。みんなにも分けてあげるね。はい、あーちゃんには大きいのあげる。汗でちょっと湿ってるけど。あーちゃん、どうしたの？怖いお顔だけど。かすみ様、折り入ってお願いがございます。その真実の鏡で私を見ていただけないでしょうか。だけどあなたは鏡を怖がっていたはずじゃ。もうそんなことを言っている場合ではないと知りました。私が本当にレディ・アラクネというものであったのか、私には知る義務があると思うのです。やめようよ、あーちゃん。絶対あーちゃんが映るだけだよ。真実と対決する覚悟を決めたということか。そういうことなら私たちも覚悟を決めよう。本来この鏡は私に確信がないと輝かない。だけど今回私は荒久根さんの正体に確信は持ててないから、何が映るかは荒久根さん次第ということになる。それでも構わないね。見たくないものを見てしまって荒久根さんに何かあったら、私たちは最善を尽くすけれど。ありがとうございます。私も覚悟はできております。やだ、やめてよ、あーちゃん。あーちゃんが耐えられてもナーナはもうやだ。操られるの、もうやだ。真実の鏡よ、荒久根さんの正体を映し出したまえ。眩しい。鏡が大きくなってこんなに輝いて、荒久根さん、目をそらさないで。そこに映っているものをまっすぐに見つめるんだ。はい。あーちゃん、どうしたの？しっかりして、あーちゃん。あなたは
なたは一体誰なのですか？誰だとは随分ご挨拶ではないか。本当はよく知っておるくせにかまととぶりよって。我は貴様だ。貴様は我だ。かつてこの地を戦乱の渦に叩き落としたシックスカラミティが一柱、レディー・アラクネ。そんな、やはり私は最悪の結果になってしまったようですね。いい顔をしておるな。なんという感度、絶望の味。都合よく記憶を捨て去って虫けらどもと仲良しこよしで手をつなぎ、人並みの幸せなどつかもうとした輩には当然の報いよの。そうやって悲鳴を上げた者を幾人もくびり殺してきたではないか。今世では何人殺したのだ？1000人か万人か？足らぬだろう。貴様は血に乾いているからの。その血塗られた手で人間の幸せなどつかめると思うなよ。貴様が真に望むのは殺戮の優越であることを忘れるな。忘れるな。貴様が醜悪な雲の化け物であることを。他者の輝きを奪いきらびやかな虚飾をまとうものであることを忘れるな。なあちゃん、ごめんなさい。私なあちゃん、ごめんね。ドーナツ食べるんだったよね。ほら、あーちゃんの分。はい。ごめんね、落としちゃった。これはナナが食べるから。あれ、うまく拾えないよ。どうして？ナナのお手で震えて、どうしちゃったの？そんな、やだよ。あーちゃんとドーナツ食べるんだよ。ナナは。いえ、それには及びません。私がここを出て行きますので。ごめんなさい、皆様。こんなことになってしまって。そんな、荒くねさん。そうだね。一人になる時間は必要かもしれない。かすみさんまで何を言い出すんですか？外にはボートたちもいますし、今一人になんかなったら。感謝いたします、かすみ様。法皇様も心配してくださってありがとうございます。なあちゃん。それでは失礼いたします。皆様どうかご多幸を。ジョシュ君、
荒久根さんのこと頼むよ。なるほど、岸さんにフォローをお願いするんですね。びっくりしました。ごめんね、かすみちゃん。ねえナーナさん、いや助手見習いくん、聞いてくれるかい？君にだけ雲の巣が見える理由、私なりに考えてみたんだ。理由わかったの？あくまで私の推理だけれど、話に聞くレディ・荒久根の意図というのは弱い者の方がよりかかりやすいんじゃないかな。そういえばそういう傾向はありましたね。肉体的精神的に弱っている者の方が操られやすかった印象があります。そっか、ナナが弱っぴーから弱々のダメダメウサギだから。違う、こんな風に考えてみるんだ。弱いから見えるんだって。君は確かに弱いのかもしれない。だけどその分人の痛みがわかる。操られる怖さを知ってる。だから君にだけは他人の内なる苦しみが見えるんじゃないかな。私も昔は弱虫だったんだ。仲間もいない、誰かと喜びを分かち合うこともない一人ぼっちさ。かすみちゃんが？嘘、こんなにかっこいい探偵さんなのに。悲しい別れも経験した。身を引き裂かれるような悲しみだった。でもだからこそ今の私がいる。弱虫だからこそ強者が見落とす何かに気づけることがある。弱虫だからこそ救える誰かがきっといる。私はそう信じている。そうだよね、キーリ。ナナも誰かを助けられるかな。あーちゃんのこと助けてあげられるのかな。きっとできますよ、ナーナさんなら。ありがとう、こうちゃん、かすみちゃん。なんだかこのドーナツしょっぱいね。変なドーナツだな。私の正体はシックス・カラミティ、レディ・アラクネ、雲の化け物。忘れるな。貴様が醜悪な雲の化け物であることを。他者の輝きを奪い、きらびやかな巨色をまとうものであることを忘れるな。どこへ行っても逃げられない。前世は、本性はどこまでも私に追いすがってくる。ならばもう、騎士様、なぜこちらに？騎士様は私が怖くないのですか？前世の私とあなたは敵同士だったのでしょう。よくあること？そのようなご経験をたくさん。騎士様は過酷な人生を歩んでおられるのですね。私はずっと怖かったのです。以前紬様のしもべとして
カノン様と戦った時もそうでした。途中で我を忘れて黒い感情に支配されて皆様を殺したのは本当は私かもしれない、そんな風にも思ってしまうのです。だって覚えてないのですから。私には何もないのですから。そんな風に思える日が来るのでしょうか。前世のこと、やはり簡単には割り切れそうにありません。私なりにどうやって償えばいいか考えてみたいと思います。はい、騎士様。ただいま戻りました。お騒がせして申し訳ありません。あーちゃん、よかった。さっきはごめんね。いえ、私の方こそ怖がらせてしまって。さあさあ、ぼちぼち日も暮れてきたし、ご飯を食べて休むとしよう。おや、どうなったでしょう。こんな夜更けにドアが壊れる勢いで、まさかボートたち？ここをお開けなさい、あなたたち。ご在宅でしょ。なんだ、カノンさんではないですか。ある意味ボートですけど。おお、雲野郎はどこですの。もう逮捕、逮捕、お逮捕ですわ。逮捕ですわ、カノンだけに。カノンちゃんの胸にクモの巣が。私もう我慢できませんわ。荒くねさんをこっちに引き渡しなさい。この私様が直々にねっちりお取り調べして差し上げますどうやら彼女も絡め取られてしまったようだね。解除するために論破しなくてはならないが。この私様をお論破ですって。やれるもんならやってみやがれですわ。はい、論破。紬です。頼まれた物お届けに上がりました。ついでにファッションセンス絶無の不審人物が暴れていたので始末しときました。後半は褒めて使わしますが、頼まれた物とは？それは私が頼んでいたんだ。紬さんありがとう。昨日の今日で案外早かったね。私も衣装の材料を採取しなくてはならなかったので、そのついでに。なかなか興味深い素材でしたよ。何に使うかは知りませんけれど。それをこれから調べるというところかな。そうですか。じゃあ私はそこの奴隷嬢が目を覚ます前に失礼しますね。荒くねさん、最近この辺物騒なんで気をつけてください。もうマスターじゃないですけど、ちょっぴり心配してます。ありがとうございます、紬様。何があったんですの？あ、カノンちゃんのクモの巣が消えてる。論破ってあんなのでもいいの？さすがにカノンさん限定じゃないかな。っていうかクモの巣があってもなくても変わらないような。なんだかよくわかりませんが、ともかく私様はもうご一緒できませんわ。荒くねさん、あなたとはゴールド臨在オロンググッバイですわ。あとはおしもじもが勝手におやりになればよろしいですわ。ちょっとカノンちゃん、一人じゃ危ない
よし、私がちょっと行って説得してこよう。おかえりなさい。その様子だと説得は失敗のようですね。まあ今後次第ってところかな。それよりみんなちょっと話があるんだけれど。かすみさん、かすみさん、開けてください。ああ、もう朝か。はい、今開けます。いやあ、これは会長、裁判長も。まったくのんきな。寝ぼけている場合ではありませんぞ。会長、もうすっかり具合は良くなられたようですね。ええ、おかげさまで。ですが今はそれどころではありません。落ち着いて聞いてください。今朝私のところに入ってきたニュースです。第3の事件が、新たな犠牲者が出たんです。なんですって？殺されたのはあなたたちのお仲間カノンさんです。それでカノンさんの死因は今回もやはり毒ですか？ええ、そのようです。私も直接確認は取れていないのですが、毒入りの温泉まんじゅうを食べたのが死因だそうです。確認が取れていない？どういうことですかな？今回の事件は彼岸城塞近くの温泉で起きたこともあり、ネフィーネラ様配下の方が直接処理に当たられたので。ならば問題はなさそうですな。しかし会長殿はネフィーネラ様の信頼が厚いと伺っていましたが、案外そうでもないようで。裁判長こそネフィーネラ様の目の届かないところで支持者を集めているという噂、どうにかされた方がよろしいのでは。二人とも仲違いしてる場合ではありません。今必要なのは次の犠牲者が出ないように手を打つことです。だったら話は簡単です。マク・アラクネを私に引き渡していただきたい。責任を持って拘束監視しましょう。この状況ではボートたちに襲われる危険もあるゆえ、その方が安全ではありませんか？私は反対です。証拠もないのに荒久根さんに罪をなすりつけるなんて、もっと真剣に犯人を探すべきです。やれやれ、この議論は長引きそうだな。頼むよ女子くんたち、彼女が早まったことをしないよう気をつけてくれ。いたぞ、荒久根とその一味だ。捕まえろ。まったくもう、こんなところまで追いかけてきてしつこいですね。早く、あーちゃん、こっちだよ。はい。これだけ背の高い草むらなら見つかりにくいでしょ。それが私は角があるので、こうして地べたに這いつくばらないと。うわ、見えちゃってますね。もう
少しかがめます？もう少し、あとちょい。あーちゃんが潰れちゃうよ。どうしよう。このままだとそのうち捕まっちゃうよ。なるほど。私たちがおとりになって相手を引きつけ、荒くねさんが逃げやすいように取り計らうわけですね。鳥だけにおとりなんちゃって何言わせるんですか。オッケー。ナナ全力で走っちゃうもん。あーちゃんはしばらく動かないでね。誰もいなくなってからゆっくり来てね。かしこまりました。わかりました。それでは行きますよ。それ。おお、いたぞあいつらだ。追いかけろ。こっちにも出やがった。手分けして捕まえろ。騎士様、法皇様、なんちゃん、今まで本当にありがとうございました。ようやく逃げ切れたよ。ナナが一番乗りかな。お腹すいたな。ドーナツはもう一個しかないよ。みんなが来てから分けようっと。あーちゃんの分は一番大きくしてあげないと。それで元気出してもらおうっと。あーちゃん、なんだ違ったんだ。なんだとはなんですか。疲れた。ごめん、ほうちゃん。はい、水。あーちゃん、あ、キシちゃん。遅いね。どうしたのかな。どこかで道草食べてるのかな。またお腹空いちゃったのかな。ドーナツあるんだけどな。荒くねさん来ませんね。もうとっくに日も落ちたというのに。なんだ、あーちゃんのこと探しに行ってくる。道に迷ってるのかもしれないし、もしかしたらお腹空いて動けなくなってるのかも。なんだ、ドーナツ持ってるからお迎えに行くよ。危険ですが、それしかないでしょうか。では皆さん手分けして。で、あなたは？騎士の格好をした少年と一緒にいるウサギ耳の女の子。ああ、あんたがナナさんかい。そうだけど、ランドソルの人だよね。どうしてナナのこと？角の生えたでっかい女の人から頼まれ事をしてね。面倒ごとに巻き込まれるのは嫌だったんだけど、あんな目をされちゃ断るに断れなくって。あーちゃんのこと教えて。あーちゃんはどこにいるの？お迎えに行かなくちゃいけないから。俺に頼み事をした後、さっきだったモンストロンたちに捕まってたよ。抵抗もせず自分からこう両手を差し出してさ、そのまま山の方へ連れて行かれたよ。まさか荒くねさんわざとボートたちに捕まったというのですか？頼み事って一体？この手紙をウサギ耳の女の子に渡してくれってさ。はい、確かに渡したからね。これをナナに？待ってください。そんなに急いでどこへ行かれるのです？
ランドソルに帰るんだよ。あの森林珍しい植物だらけでいいビジネスになると思ったんだが、毒を飲まされたらたまらないからね。それじゃせっかくランドソルの方々と良い関係が結べると思ったのに、今回の事件のせいでダメになっちゃいそうですね。会長さんかわいそう。あーちゃん、どうしてお手紙なんて。なあちゃんへ、私のことをお友達と呼んでくれてありがとう。嬉しかった。だから私は荒くれではなく、あーちゃんとして自分にできることをしようと思います。あなたがくれたドーナツの甘さ、騎士様と共に優しく接してくださったこと、いつまでも忘れません。さようなら。いつまでもあなたのお友達、あーちゃんより。自分にできることってまさか荒くねさん？おばあさん。ナーナさん？あーちゃんのバなんてスピード！あれがナーナさんの本気の全速力？以前私を運んでくれた時よりもずっと速いではないですか？あーちゃん、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 あーちゃん。怖かったんだよね。記憶喪失で自分が誰かもわかんなくて、怖くてたまらなくて、それなのにナーナのことを思ってくれて。死んでね、タノちゃん。こんな悪魔なんか知らない。怖くない。お友達を助けられないことの方が怖いもん。あーちゃんの匂い、この匂いをたどれば、こっち。いいざまだな、レディー・アラクネ。これだけ太い鎖でつながれちゃ、いくらお前でも動けないだろう。仮に鎖をちぎれてもこの人数で囲んでるからね。逃げようなんてバカなことを考えるんじゃないよ。いいえ、もう覚悟はできております。どうかあなた方のお好きなようになさってください。殊勝なことを言うじゃねえか。それじゃあお言葉に甘えて。痛えか。だけどな、俺の背中にはまだお前の子雲にやられた跡が残ってんだよ。これはうちの親父の分、それからおふくろの分だ。雨が降ると未だに傷が痛むんだってよ。お前のせいで。申し訳ありません。この方たちの怒りはもっともなもの。前世の私が起こしたという戦によって傷ついて失って受け入れましょう。ここで終わりにしましょう。どのみち生きていたところで私の居場所なんてこの世界のどこにも。なんだこの声。なんだいあのアルミラージは。
まっすぐこっちに突っ込んでくる。なんだてめえ、荒くねをかばおうっていうのか。あーちゃんが犯人じゃないもん。だってみんなクモの巣があるし、あーちゃんが犯人ならあーちゃんをいじめるわけないよ。あ？クモの巣？何言ってんだいあんた。やっぱりナーナじゃダメだ。かすみちゃんみたいに論破なんかできないよ。なあちゃん、どうして来たのですか？手紙は読んだよ。だから来たんだよ。お友達だってナーナのこといつまでもお友達だって言ってくれたから来たんだよ。うるせえからっかけ。やめてください。殴るなら私を、その子にだけは。なんだいこいつ、点で弱いじゃないか。弱いやつが出しゃばったらどうなるか教えてやるよ。やめてください。やめてと言っているのです。大丈夫だよ、あーちゃん。ナナいじめられるの慣れてるから、こんなの痛くないよ。後でまたドーナツ食べようね。甘いドーナツ。やめてと言っているのがわからぬのか、このその卑しい手を離さぬか、下郎ども。何？こいつ鎖を引きちぎりやがった。その爪、まさかこいつ元の人格を正体を表しやがって。その顔だ。その恐怖と痛みに引きつる顔、もっと楽しませい。囲め！この人数で囲んじまえば、いくらシックスカラミティだろうが。我が無縁であったの。初めからこの爪に物を言わせればよかった。何？動きが止まった。やめてください。私はそんなことしたくない。まだそんな世まいごと。これは貴様の甘さが招いた結果なのだぞ。今だ、もう一度捕まえろ。卑しい手で触れるなと言っている。その腹渡を引き裂いて赤い花を咲かせてくれようか。ほら爪が貴様の喉に食い込むぞ。あ？やめて、あーちゃん。やめてよ。貴様は
ちゃんに戻ってよ。なぜ私の正体を見たはずなのに。何のことかわかんないな。ほら、笑って笑おう、あーちゃん。何なんだ。何がどうなってやがんだ。愚かな。いや、もはや哀れと言うべきだな。裁判長、どうしてこちらに。こんな手負いの者どもに手こずるとは存外頼りにならぬものだ。所詮は下々に過ぎぬか。申し訳ありません、裁判長。これからは裁判長様と呼びなさい。いいですね。これは騎士殿、遅いご到着ですな。せっかく来ていただいたのに申し訳ないが、彼女たちには裁判を受けていただきます。この二人が犯した罪にふさわしい罰がきっと下ることでしょう。女子くんたちからの連絡はない。やはり何かあったと見るべきか。正直形勢は不利と言わざるを得ないね。だが逆転の手はある。蜘蛛の巣を打ち破り、ここから大逆転する手はまだ。いやあ、待っていたんだよ。ようやく来てくれたね。真実の鏡がこれまで以上の輝きを放っている。どうやら私たちは真相に近づきつつあるようだね。マクア・アラクネとその仲間を殺せ。どうかね、二人とも。君たちの死刑を皆こんなにも恋願っている。これぞ民意というもの。これからのジオゲヘナは民主的にいかねばな。ナーナ、バカだからよくわからないけど、みんなの胸にクモの巣があるのが民主的ってことなの？みんな怖がりさんになって誰かのことを疑って、それがこれからのジオゲヘナだっていうなら、だったらナーナ、そんなのいらない。なあちゃんがいらないものは私もいりません。恐怖で頭がおかしくなったようですな。まあ
いいでしょう。最後の会話を許します。母ちゃん、天国でもナーナと仲良くしてね。私はきっと地獄行きです。じゃあナーナが天国からって手を伸ばしてあーちゃんを引っ張り上げてあげる。それかあーちゃんが糸を伸ばしてくれたらって引っ張り上げるよ。ダメです。そんなことをしたらなーちゃんまで地獄に落ちるかもしれません。いいもん、地獄でもあーちゃんと一緒の方が絶対いいよ。ごめんね、何にも思いつかないよ。もっと一緒に遊びたかったよ。短い人生でしたが生まれ変われてよかった。あなたのお友達になれてよかった。もうこのくらいで十分だろう。死刑執行、執行人をここへ。あーちゃん、なあちゃん、己の罪を受け入れ悔やみながら行くがよい。その死刑意義あり。何打つ。貴様ら神聖な裁きの場でなんと腹いちな。なあちゃん逃げて。そうだ。これはまさか。最初の違和感は君がカノンさんを焚きつけていたことだ。第2にカノンさんが殺された時ろくに調べもしなかったこと。第3に神聖な裁きと言いながらリンチを容認するダブルスタンダード。つまり犯人はあなただ。霞殿、何を言うかと思えば私が犯人ですと。カノン殿を焚きつけた。リンチを容認。言いがかりはよしていただきたいですな。この鏡の前でも同じことが言えますか。あなたが蜘蛛の巣を使って張り巡らせた陰謀はすでにお見通しです。その証拠をこれからご覧に入れましょう。証拠などとそんなものあるはずが。カノン、なぜ殺されたのでは。殿をお忘れですわよ。このダブスタオクソトカゲ。いいえ、
おクソクモ野郎！一芝居打たせてもらったのさ。今回の事件は周到に計画されたものであることは分かっていた。だからもし計画外の殺人が起きたら、犯人の反応と状況がどう変化するかを見たくてね。ナナ、すっごくびっくりしたよ。カノンちゃんを死んじゃったことにするなんてすごいよね。私もあの時は顔に出てしまわないようじっとうつむいていました。殺されたのはあなたたちのお仲間カノンさんです。カノンさんを焚きつけていた誰かさんもさぞ驚いたことだろうね。おのれ、たばかりおって。死者となったカノンさんはいわばノーマークだから、ある仕事を頼んだのさ。あなたの自宅を、いや巣を調べるという仕事をね。巨神林近くにあるあなたのお邸宅、見てくれこそご立派ですが、中は蜘蛛の巣まみれ。ネバネバしてバッチリことこの上なしでしたわ。お掃除されてないのか、それともあれがご快適なのかしら。所詮はおしもじもの三下、お里が知れるってもんですわ。さあ裁判長、この鏡を見つめる勇気があなたにはあるかい？荒久根さんは自分の罪、前世から逃げずに恐ろしい真実と対決した。そんな彼女を私は心から尊敬する。それこそが罪を償うために必要なもの。それを持ち得ることはとても尊いんだ。霞様、荒久根さんの見せた勇気のかけらの一つでもあなたにあるのか。さあどうなんだ。黙れ、黙らぬか。ランドソルのビースト族風情が真実だと？いいだろう、見せてやろうではないか。その結果絶望することになろうともな。我はかの煉獄の戦を生き残りし宝石雲の集合体、その名も裁判長らよ。クルルちゃんから聞いたことある。ジオテオゴニアを襲ったっていう雲だよね。こんなに大きいの？どういうことだ？裁判長様が雲？俺たちを騙してたのか？わけがわからないよ。裁判長様が雲の化け物だって言うなら、あたいらがやったことは。みんなの雲の巣が消えていくよ。よかった。あと一歩というところだったのに、いましい貴様ら。一度ならず二度までも我の邪魔をするか。宝石雲、前世で私が生み出したという。そうだ、荒久根よ。あなたの死後、我は同胞たちの魔力を食らい、ここまで力をつけたのよ。かつては女王と崇めたあなたが虫けらとなれ合うようになるとは。ならばあなたの結城様の野望はこの我が継ぐ。
獅子玉ども、我の餌となるがよい。女子くん、ここでは傍聴人たちに危害が及ぶ。外に誘導して戦おう。さあ、こっちだ、裁判長。逃がさぬぞ。よし、ここでやろう。ルックスインテネブリス。あんちゃん、糸のサポートお願い。はい、なあちゃん。紬様のように跳躍のための糸を。いくよー、アルミラージュダ諦めぬ。我は諦めぬぞ。餌、魔力を増幅させる餌さえあれば。こっちに来る。早く逃げろ。逃げるんだよ。しまった、避難させた人々が。早く逃げなきゃ。お兄ちゃん待ってよ片っ端から食らってくれるわ。させません。お怪我はありませんか。あらば、荒くねえ。貴様を食らって我はこのジオゲヘナの王に。させるか、女子くん、見習いくん。なぜだ荒くねえよ。貴様の果たせなかったジオゲヘナ征服の野望、我が叶えてやろうというのに。その野望、かようにたやすく手放せる程度のものだったというのか。いいえ、確かに恐ろしい野望をこの身に宿した時もあったのかもしれませんけれど、本当の願いは、私の夢はこの世界の征服などではなかったように思います。今となってはおぼろげな記憶でしかありませんが、私はきっと生きたかったのです、外の世界へ。いいえ、ここではないどこかへ。焦がれて生きたくてたまらなかったのでしょうけれど、私は今ここにおります。騎士様やかすみ様、なあちゃんたちと共にここにおります。もう世界征服もここではないどこかもいりません。もし許されるなら、私は皆様と共にありたい。ここにいたいのです。あーちゃん。嘆かわしや、なんたる堕落。女王の名も地に落ちたものよ。せめて我は軍の長として。この鏡を見てみたまえ。一体何が映っている？これは
小さな宝石君、我なのか。同胞を喰らい力をつけ、肉体をも巨大化させて偉大な雲の王となるべく強大な力を得たはずが、なぜいくら魔力を得て巨大化しようとも本質は変わらないということさ。君はもっとその心を、魂を鍛えるべきだった。そうか。このちっぽけな虫けらが何か哀れよの。はい、騎士様。体のあちこちがピーピーいってるよ。痛いよ。私もあの後急に痛みがぶり返して。戦いの興奮状態で痛みを忘れていたんでしょう。私を心配させた罰ですよ。ごめんなさい、王ちゃん。もうしないから直して。いえ、実は直して差し上げたくとも、自分の毒を浄化するため力を使ったばかりなので無理なんですけど、今使ったら小鳥どころか卵まで戻っちゃいそう。そうだ。まあ手当ては済んでいるし、今日くらいはおとなしく静養することだ。まったくお素敵なざまですこと。この私に死んだふりまでさせた報いですわ。なんなら私様の毒も追加で差し上げましてよ。馬ボン、小尺な脅迫は許しませんわよ。後で覚えてらっしゃいな。ナナさん、追加の毒は勘弁して差し上げますわ。カノンちゃんありがとう。ってナナが頼んだわけじゃないような。そういえばカノンさん、毒入りの温泉まんじゅうを食べて死んだっていう設定にしてたけど。それがどうかしまして？姿を隠している時、温泉でのぼせて倒れたそうだね。しかもまんじゅうを食べ過ぎて喉に詰まらせたとか。本当に死にかけてるじゃないですか。まあ私くらいになれば死の淵で優雅に終わるつ踊るくらい朝飯前の晩飯後ですわ。夜食ってことかい？カノンさん語、ようやく私も理解できるようになってきたよ。カノン様、前世の私はあなた様に随分ひどいことをしたようですが。ええ、今でもお腹はとぐっつぐつですけれど、あなたも散々痛い目を見たようですし、ひとまず置いておきますわ。馬ボンが今にも封印したそうなお顔でスレートを向けておりますし、ただーし今後また怪しい動きを見せたらバッサリいきますので、お背中にはせいぜいお気をつけあそばせ。もうカノンちゃんそんなこと言って。いえ、なあちゃん、私はもう
自分の罪から目を背けたくはありません。一生をかけて償っていきたいと思います。まあまあ、そんな重苦しく考えずに転生してる者同士楽しくやろうではありませんか。荒くねさん、特別にほうちゃんと呼ぶ権利を差し上げましょう。ありがとうございます。頂戴いたします、ほうちゃん様。よろしい。これにて一件落着。私を殺しかけた毒殺事件の犯人も成敗されて、まさに大団円ですね。ああ、そうだね、大団円。本当に？荒くねさんを陥れようとした犯人は確かに裁判長だ。だが真犯人は別にいると言ったら。どういうこと？かすみちゃん、どういうことなの？さて、それはさて、女子くんにはもう見当がついているかな。このジオゲヘナで起きた連続毒殺事件の真犯人、人々に蜘蛛の巣をかけて猜疑心を煽り荒くねさんを殺そうとしたのは確かに裁判長だ。ならばパーティーの参加者を狙った毒殺事件も彼がやらせていたことなのだろうか。いや違う、そうじゃない。この事件には黒幕、裁判長の陰に隠れた真犯人がいるのさ。さあ女子くん、真犯人は誰なのか当ててみてくれたまえ。それでこそ女子くん、これからはナーナさんのお手本にもならないといけないからね。名推理楽しみにしているよ。ようあんたたち、コロッセオでは大活躍だったそうじゃないか。これで一件落着っていうわけだな。どうした、そんな真面目な顔で。どういうことだ。化け雲の裁判長が犯人だったんじゃないのか。そういうことか。実行犯として俺が疑われてるんだな。確かに俺は一時我を失っていた。その時の記憶は曖昧だ。絶対にやってないとは言い切れないかもしれねえ。いいだろう、お縄につこうじゃねえか。ちょっとあんた、何言い出すんだい。誰かが罪を償わなきゃいけねえって言うんなら、料理長の俺が責任を取るのが筋ってもんだ。ただし俺がランドソルの連中をもてなそうとしたのは本当だ。それだけは信じてくれよな。おい、聞いたか？例の殺人事件、料理長さんが犯人だったんだってよ。でもちょっとおかしくないか。毒を入れたのが彼だとしても結局どんな毒なのか肝心なことは分かってないし。まったくだ。それがはっきりしない限り危なくてこんなところにはいられないな。新人開発どころじゃないよ。とっととランドソルに帰ろう。どうやら我々は間違ってしまったようだね。今回の事件で
最も重要なのは一つ。犯人はどうやって被害者に毒を飲ませたのか。そこのところをもう一度考え直してみようじゃないか。なんで私でじゃなくて私が嘘だよね、騎士ちゃん。ほうちゃんがそんなことするわけないよ。ねえ、しないよね。ですそもそも私も殺されかけてるんですけど、一体私が何の罪を犯したと？ノリで驚いちゃいましたけど意味がわかりませんよ。そっか、確かにほうちゃんって美人さんだし。はい、神々しい雅さが終わりかと。いやそれはまあとっても偉い神様ですから。美麗かつ華麗なのは事実ですか？法皇様ほどの域に達してしまうと、もはや存在するだけであらゆるものを魅了してしまう。確かに罪深い存在と言えますね。法皇 is beautiful legend。ほうちゃん伝説の始まりだ。そんな本当のことばかり言って。そんなに綺麗ですか？まあそこまで言うなら仕方ありませんね。潔く罪を認めようではありませんか。で、あれこれそもそも何の話でしたっけ？ちょっと岸さん、何ですかこの手錠は。不敬ですよ。やめてやめてやめて。いや女子くん、確かにほうちゃんは可愛いけれどね、さすがにこの仕打ちはないんじゃないかな。だけど殺されかけているから犯人ではないという先入観をぶち破ったのはさすがだね。そこを踏まえてもう一度推理してくれたまえ。いやあ、かすみさん、今回は大活躍でしたね。まさかあの裁判長が事件の黒幕だったなんて驚きですよ。我々はあんな男を信用していたんですね。カノンさんのことを改めてお悔やみ申し上げます。皆さんが仇を取られて安らかな眠りにつくことができるでしょう。ええ、まあそうですね。ところで会長はここで何をされていたんですか？この会場の後片付けをね。今回の事件でランドソルとの共同ビジネスはご破産になってしまいましたので、信頼を取り戻せるようまた一から始めるつもりですよ。
そうですか。一から始めてまたランドソルの人々に毒を盛るおつもりですか？何をおっしゃってるのか分かりません。あの裁判長はもう倒されたのでしょう。誰が毒を盛るというのです。裁判長は荒久根さん殺害未遂の犯人ではありますが、毒殺事件の犯人ではありません。真犯人はあなたでしょ。異世界交流会会長。ランドソル流のジョークですか？だとしても笑えませんね。なぜ私が？毒殺事件のおかげでビジネスが台無しになり、最も被害を受けているのは私ですよ。ジョークではありません。では真実を披露しましょう。女子くん。そうかい？まあそれもいいだろう。女子くんや見習いくんの手本となれるよう頑張るから、そこで見ていてくれたまえ。かすみ様の本気が見られるのですね。名探偵の進化見せていただこうではありませんか。まず私が最初に抱いた違和感はパーティー会場のたくさんの武器でした。武器ってこの会場に飾られている武器のことですか？こんなのジオゲヘナでは普通のことですよ。居住区にも同じように武器が飾られているのをご覧になったのでは？ええ、私もカノンさんから説明を受けてそんなものかと納得しました。ですが後々考えてみると違和感があります。あなたは私と握手をするときこう言っていた。おっしゃる通り、古いしきたりに縛られている者はいるようです。しかし私はランドソルの文化に寄り添うことであなた方と共に歩んでいきたいと考えています。ランドソルの文化に寄り添う、それがあなたの方針だったはず。なのにその歓迎会では威圧的に武器を無数に飾る。ちょっと矛盾していませんか？パーティー会場には主催者の人となりや考えがにじむもの。それで私は思ったのです。この人は実は内心で真逆のことを考えているのではないかと。いやしかしそれとこれとは。もちろんこれだけならほんの少しの違和感に過ぎません。しかし別の違和感もあったのです。私が感じた次の違和感です。最初の犠牲者が出た時、あなたは自分の身を全く案じていなかった。会長、あなたはパーティーの時こう言っていましたよね。特に焼き鳥は料理長が腕によりをかけましたからね。私もさっきいただきましたが、肉汁たっぷりで最高でした。ぜひご賞味あれ。つまりあなたも焼き鳥を食べたということです。それなのに随分と落ち着き払っていましたよね。それがどうかしたのですか？だって焼き鳥には毒が入っていないんだし、食べたところで。それはおかしい。焼き鳥に毒が入っていないと判明したのは事件翌日、料理の分析が終わった後のことですよ。あの時点では焼き鳥に毒が入っていたと見るのが自然な見方だった。だから会場では焼き鳥を吐き出そうとする者が多く出た。ところがあなたは落ち着き払っていた。あなたは知っていたんじゃないんですか？焼き鳥には毒が入っていないって。あらかじめ知っていたからあんなに落ち着いて行動できたのでは？言いがかりだ。私はパーティーの責任者としてその使命感で行動していたのに、そんな風に受け取るなんて見損ないましたよ。そして最後の違和感です。あなたは荒久根さんのことをやけにかばっていた。それの何が悪いんですか？いくら彼女が雲のモンストレスだからって偏見は良くないとランドソルの学校では習わないんですか？
そうでしょうか。雲云々は除いても荒久根さんの出自は不明。決めつけるのは論外として、疑われるのは仕方がないことだと思います。はい、私自身確信が持てない心境でしたから、皆様のお疑いはごもっともだと。だとしたら荒久根さんをかばう理由は2つ考えられます。1つはあなたがとてつもない善人であるか、もう1つは荒久根さんが犯人だと困る理由があるか。あなたは事あるごとに裁判長とぶつかっていましたね。仲が悪いだけかと思っていましたが、そうじゃない。荒久根さんを犯人にしたい裁判長と荒久根さんが犯人では困る会長、そういう対立だったんですよね。妄想も大概にしてくれ。私がそんなことをしなくてはならない理由は何だというのです。そう、そこにはこの殺人の動機、あなたがパーティーの参加者たちを殺した動機が関わっています。あなたがパーティーの参加者たちを殺害した動機はジオゲヘナの森林開発の利権絡みですね。どういう意味ですか。私はネフィーネラ様の命令通りランドソルとの共同開発を。この事件で結局何が起きたのか、事件の前後で何が変わったのか、注目すべきはそこなんです。裁判長が荒久根さんを排除しようと動いたことを除けば、起きた事実はただ一つ。ランドソルの人々が森林開発から手を引いて去っていった。そうです、そうですよ。私はビジネスができなくなり大損害を被ることになるんですよ。ネフィーネラ様からもきっとお叱りを。それはあなたの本心ですか。会場の武器、毒を飲んだかもしれないのに落ち着いていたこと、そして荒久根さんをかばう言動、それらはあなたの嘘をあぶり出しているのでは。私が本当はランドソルとの共同開発など望んでおらず、独占を目論んでいると。そう考えるとこれまでの違和感の説明がつくのです。毒殺を恐れたランドソルの人々が逃げ出すことをあなたは期待した。しかし犯人が荒久根さんということになれば、彼女を裁いて一件落着となってしまう。だからあなたは荒久根さんを必死にかばった。いつまでも犯人が見つからず疑心暗鬼だけが残ることを望んだ。そう、自作自演の殺人未遂事件まで起こしてね。私が毒を飲んで倒れたのは嘘だと、演技だと。それはひどい、あまりにもひどい言い草じゃありませんか。何か証拠があるのですか。もちろんだとも。それはほーちゃんのよだれ。私の何ですって。はい、ほーちゃんのよだれって寝てる時に垂らしてたやつかな。そんなの垂らしてません。この偉大かつ優雅な私ともあろうものがそんなはしたないことを。真実の鏡がすっごい光ってる。失礼な。私が嘘をついているとでも。会長、あなたが毒を飲まされて生死の境をさまよっているという時、解毒剤を渡しましたよね。ほーちゃんの血液から作った解毒剤を。ええ、おかげで一命を取り留めましたが、それが。あれは嘘です。あれは解毒剤などではない、ほーちゃんのよだれです。っていうのは私の権利だと思うんですけど。これまで述べた理由から私はあなたを疑っていた。だからこちらも一芝居打たせてもらったのです。ねえ、聞いてます？
ちゃった。結果あなたは見事にはまってくれた。回復したと言って私たちの前に現れて、荒くれさんが捕まらないよう取り計らってくれた。これがあなたの最大の失敗です。あのまま自作自演を続けていればよかったのに、やはり荒くれさんに捕まってほしくなかったんですね。騙したのか。くそ。誰も私の話を聞いてない。もしかして尊敬されてない？いや、そんなはずは。岸さんだけです。分かってくれるのは。いいでしょう。確かにあれは自作自演でした。認めます。だがそれは裁判長の思惑通りに事を進めたくなかったからだ。毒殺事件の犯人だからじゃない。第一、証拠は私が毒を入れたという確たる証拠はあるのですか。料理から発見されなかった毒をどうやって。さあ最後の仕上げだよ、女子くん。犯人はどうやって毒を入れたのか。今回使われた毒は何かと何かを混ぜ合わせることによって毒性を発揮するタイプのものだった。これが最大のヒントだよ。その手段とは。そう、握手なんです。あなたがランドソル流と称して行っていた握手。ジオゲヘナではしないはずの握手。あなたが犯人であるとしたらどうやって毒を入れたのか、それを逆算して考えたらおのずと答えは出たのです。あなたの手には物質 A が塗られていた。焼き鳥には物質 B が含まれていた。あなたと握手した手で焼き鳥を食べると A と B が組み合わさり。そんな都合のいい物質がこのジオゲヘナにあるとあなたはお考えなのですか。私にはランドソルで仕立て屋をしている知人がいまして、このジオゲヘナでもファッションショーを開催したとか。紬様のことですね。そう、紬さんは服の材料を調達している関係でジオゲヘナの植物に詳しいんです。それでこんなものを手に入れました。カリンジュの樹皮。紬さんが言うにはこの植物はジオゲヘナでも珍しく、なかなか自生しているところはないそうです。あなたの所有する森林以外にはほんの数箇所だそうですね。ランドソルから流れてきた仕立て屋風情が何を知ったようなことを。本性が出てきましたね。さて、ここに一つの小瓶があります。カリンジュの樹液を蒸留した液体が入ってます。これをこうして私の手に塗ります。サラサラとした液体で粘つきがない。手汗と区別がつきませんね。順番はこうです。まずあなたは焼き鳥を食べてみせた。その後密かにこの樹液を手に塗って参加者たちと握手して回る。参加者たちがその手で焼き鳥を食べればたっぷりの肉汁が手について樹液と混ざり合い、何かの拍子で口に入れば。ようお待ちだ。料理長。探偵の嬢ちゃんに頼まれた焼き鳥、いい感じに焼き上がったぜ。あの時と同じボーボー鶏の鶏肉だ。さあ会長、私と握手してください。それからこの極上の焼き鳥を召し上がれ。どうしました？してくれないんですか？握手。最後のあがきをさせてください。あの会場で他に握手をしていた者がいればその人も容疑者になる。その可能性はゼロです。私たちよそ者と積極的に握手を交わし友好の意思を示してくれたジオゲヘナの住人は
会長、あなただけだったんです。ここまでのようですね。信じられないほどの洞察力だ。恐れ入りましたよ。かすみさん、騎士さん、カリンジュの樹液とボーボー鳥の肉汁、この2つを合わせると強い毒性を発揮する。森林資源研究の過程でその事実を発見した時は運命だと思いました。この殺害方法なら誰にも気づかれない。そして私にしかできない。ジオゲヘナを守れ、この大地をよそ者から守れと誰かに言われた気がして。バカ野郎、そんな理由で俺に殺人の片棒を担がせたってのか。俺はあんたを信じてたのに。やめてください、料理長。ジオゲヘナを守れとはどういう意味です、会長？ランドソルは大変に便利な魔法が発達した世界と聞きます。その巧みな魔法で大地を切り裂き、どんどん手を加えているとか。もしジオゲヘナがそんなことになったら。自然保護か。確かにジオゲヘナの雄大かつ豪快な自然はランドソルにはない美点だ。守りたいという気持ちもわかるけれど。確かに森林開発の利益を独占したいという気持ちはありました。でもそれだけじゃない。このジオゲヘナを守りたかったんだ。思い上がらないでください、もっちゃん。このジオゲヘナの大地がちょっとやそっとの自然開発で揺らぐはずはありません。かつての私、カレードフェニックスの炎さえ耐えてみせた大地ですよ。おお、様。どうしてもっとこのジオゲヘナの大地を、住人たちを信じようとしなかったのですか？信じる？この世界を？そうです。あなたは殺人という最低の方法でこのジオゲヘナを貶めてしまったのですよ。ジオゲヘナを愛してるつもりで、私がやったことは申し訳ありません。申し訳ありませんでした。演説だけで犯人に謝罪させるなんてさすがだね、ほうちゃん。当然のことを言ったまでですが。やったー！尊敬されてる私！気持ちいい！会長、私と共にネフィーネラさんのところへ行きましょう。亡くなった人のために何ができるか、それを一緒に考えましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。かすみ殿、ご挨拶が遅くなりましたこと、誠に申し訳ござんせん。大方の事情はミヤメより耳にして候。わっちの目が行き届かぬばかりに大変な骨折りを強いてしまったようで。とんでもないことです、ネフィーネラさん。私の方こそご期待に応えることはできたでしょうか？ご期待と申しますと？この真実の鏡を私に託されたのは、裁判長や会長の真意を暴いてほしいという
あなたの要請だと受け取りましたが。これぞまさしく一を聞かずとも百を知る。さすがは王都の名探偵。今や煉獄の名探偵でもありんすな。どういうこと？どうせそんなことだろうと思いましたわ。あのお二人が怪しいとネフィには当たりがついてやがったんでしょ。おや、カノンや温泉まんじゅうを頬張り、あの世の門をくぐったと聞いておったが、ふむ、足はついておるのう。おあいにくさま、あたくし様のおみ足はいつもどおりビューティーでしてよ、白々しい。霞殿のご推察通り、キャツラが腹に一物を抱えておるのは透け見えてござんした。されどわっちが出張って首を取らば、ランドソルの証人様方を怯えさせるは必要。そこで恥を忍んで音に聞こえる名探偵殿にお願い申した次第なり、気難しい真実の鏡を自在に扱い、見事に謎を解いた真に、まったくもってわっちの期待をはるかに超える働きにござんした。こたびの協力、改めて深く御礼申し上げまする。もったいないお言葉ありがとうございます。今回の働きの対価というわけではありませんが、折り入ってお聞き入れいただきたいことがあります。さあ、荒久根さん。はい。あのね、ネラちゃん、お話聞いてほしいの。あーちゃんはもう昔のあーちゃんじゃなくて。なあなあ、そうさえずらずともよい。わっちがあれやこれやと語るより、その者らに聞く方が確実である。皆の者、入りなんし。失礼します。あなたたちは荒久根さんを疑っていた。裁判長にそそのかされてたとはいえ、あんたにはひでえことをしちまった。本当にすまなかった。許してくれ。この通りだ。謝らないでください。あなた方のお怒りはごもっともかと。あれから弟や妹に怒られたんだ。昔のことをネチネチ引きずるなんてらしくねえって。ほら、お姉ちゃん、でっかい雲から助けてくれてありがとう。お怪我大丈夫？あの時のお二人、そうですか。あなたのご兄弟だったのですか。今のあんたは大事な兄弟の恩人だ。前世のことはあれだけど、これからは仲良くやれるといいと思う。そちらのあなたも私を許してくださると。あたいは正直そこまで割り切れてるわけじゃないけど、コロッセオで助けてもらったのは事実だしね。ネラ様に取りなされたら認めないわけにいかないじゃないか。だからこれで貸し借りなしってことで、いずれ怠慢で決着つけてもらうからね。はい、ありがとうございます。だったらその怪我早く治さなきゃな。料理長様、たーんと精のつく肉料理作ってきたからよ。たっぷり食べて栄養つけてくれ。もちろん毒なんて入ってねえからな。皆様、こんな私のことを。よかったですね、荒久根さん。
人よしだらけですこと。ジオゲヘナも変わっちまったもんですわ。ウーマーボーンのせいで。のうクモ、わっちが口に出さずとも答えは明白である。三つ子の魂100までの言いあらば、人の性根とは生中に変わらぬもの。まして悪辣の雲とあらば、100度生まれ変わっても人の心などわからぬかと思うておったが、ただ一度でこうも変わるとはのう。これも騎士殿らの取得かと存じますれば、夢感謝の念を忘るるでなし。雲の稲荒くねよ。どういうこと？つまり女子くんに免じて許してくださったということさ。だいぶ持って回った言い方だけどね。やったー！お許しが出たよ、あーちゃん。これでまた一緒に遊べるよ。なあちゃん、そんなに抱きついては。だって嬉しいんだよ。もうお別れなんて嫌だから、一緒にいられるのが嬉しいんだよ。私も嬉しいです、なあちゃん。さて霞殿、騎士殿、ちとばかりこちらへ。はい、ネフィーネラさん、無条件で荒久根さんを信じるというわけではないのですね。いいな、今のあやつは紛れもなく無垢。生まれたての赤子のような存在ゆえ、差し当たりの脅威はなきものと考えませる。しかしその心の奥にはかつての魔性がうごめいていると。さてそこまではわっちにも分かりかねまするが、騎士殿はどうお考えで？さようなり。例えばあの会長、かの青年は紛れもなくこの煉獄の地を愛する者に相違なく、されどそれがゆえ闇に落ちて候。道を踏み外しかねぬ危うさは荒くねとて同じ。闇に落ちぬよう、心の闇に飲まれぬよう、皆様に見守っていただきたく。心得ておきましょう。でもきっと大丈夫だと思います。今の荒久根さんには友達がいますから。まさかあのマクとナーナメが絆を結ぶとは。良きかな、良きかな。ドーナツはもうなくなっちゃって。おやつ、ジオゲヘナではドーナツのような甘味はありませんが、では私の好みの甘い虫などはいかがでしょうか？虫って甘いのもあるの？ちょっぴり怖いけど、あーちゃん一緒に食べてくれる？はい、なあちゃん。それと騎士様をお誘いしても？もちろん、騎士ちゃんなら絶対行くって言ってくれるよ。ええ、なあちゃんと騎士様とどこまでも。3人揃っておやつ探検隊だね。いろんな世界の甘いものを探して出発。
君